諸国百物語第12話駿河の国美保ヶ崎女の暴婚のこと。駿河の国のことであるが、清見寺に住んでいる男が美保ヶ崎の女とちぎりを交わした。この女は男の方へ夜な夜な通っていたが、頭に枠を乗せ、その上に火を灯して、美保から清見寺まで海の中を毎晩約6キロほどをも泳いでくる。男も清見寺に合図の火を灯して待っていたのだが、長い年月このようにしているうちに、ある時男の頭にふと考えがよぎった。何故毎晩不思議にも海を渡ってくるのか。どう考えてもこの女は人間ではないのではなかろうかと思い、恐ろしくなって男はある夜合図の火を消した。女はこの火を目印に真っ暗な海の中を泳いできていた。しかしこの夜は目印となる灯火がない。女はあちこちと灯火を探し泳いだが、ついには真っ暗な海に沈んで溺れ死んでしまった。その後、その女の亡霊はさまざまに触りをなして、ついには男を取り殺した。この亡霊の執念は今にも残り、清見寺に火事があれば美保も必ず焼け、美保に火事があれば清見寺も必ず焼けたという。これより今でも美保に火事があれば清見寺で芝を燃やし、清見寺に火事があれば美保で茅を燃やして火事の真似火をするのである。私が1年ほど前に美保の明神へ参った際、船頭の男から聞いた話である。美保といえば羽衣伝説で有名な場所である。地上に舞い降りた天女が松にかけ忘れた羽衣を漁師に拾われ、それを返してもらうために天神の舞を踊り、羽衣を返してもらった天女は天に帰ることができたという話である。地方により様々な言い伝えが残っている。この地の羽衣のかけられた松は羽衣の松と言われ、神のよりしろとなり、神の舞い降りる目印として神の道となっているという。この二つの物語は対照的に語られているように思う。かたや美しい天女が羽衣を松にかけ水浴びをし、かたや頭に枠を乗せ火を灯す姿は牛の国参りを連想させる恐ろしい姿である。当然毎晩海を渡るために衣をどこかにかけてきたに違いない。また
天女が羽衣をかけた松は神のよりしろとなり、神の道しるべとなっているのに対し、海を渡る女は目印の灯火を失っている。そして天女は天に昇っていき、女は暗い海に一人沈んでいく。美しい物語の影に消えていった悲しい物語である。